はい、皆さんおはこんばんにちは、佐藤健です。今回はジョジョの奇妙な冒険第3部空城城太郎を再現していこうと思います。ベースは黒のオールバックのウィッグから作っていきます。お気づきかと思いますが、私ジョジョラーです。いつもに増して何やってんだ感強くなるかと思いますが、ジョジョの時はご了承ください。城太郎に必須なのはやっぱりこの学帽なので、学帽も一緒に使って作っていきます。まずはじめにこちらのグリーンの固形のワックスを用意しておきます。何をするでしょうか。スタンド使いにだけ見える下書きを書いてリューターで削っていきます。そろそろ見えてきたかと思いますが、城太郎の帽子についている左手型のマークの飾りを今回金属で作っていきます。ただ融点が1000度を超えていて、美容室のベランダではちょっと危なすぎるので、エジプトの鋳造屋さんに預けてキャストしてもらいます。ということで無事に真鍮になって帰ってきました。丸い飾りの方は革製品屋さんに近いものがあったので、これを削って作っていきます。鋳造する時にできるこの湯道ですね、金属流す時にできてしまう出っ張りをしっかり削ってきれいに整えておきます。それぞれ表面をヤスリがけした後にバフと研磨剤を使って表面をきれいに磨いていきます。手のマークの形、城太郎のとほんのちょっと違うんですけれども、荒木先生の名刺に書いてあった中指にペンダコがある手のマークですね。それを参考に今回オリジナルで作らせていただきました。あと使う細々したパーツはこんな感じですね。後でまた説明しますが、城太郎の髪型、今回帽子と頭一体化している状態で作っていきますので、ハサミで帽子を切って使っていきます。細々したパーツは今回こちらのゴリラを使って接着していきます。金属と革とか異素材だったりするとゴリラ結構使いやすかったのでおすすめです。細長いパーツと小さい丸いパーツを組み合わせてこんな感じで接着しておきます。続きまして使うのがこちらのシルバーチャリオッツ。チャリオッツを使ってウィッグと帽子を縫い付けていきます。全部をぴったり縫い付けるというよりかは、何箇所か点で留めていくようなイメージでしっかり縫い付けていきます。玉留めしたらハサミでプッツンしておきます。このままでもくっついてはいるんですが、もうちょっとなじませたかったのでハイギアパーツを使ってさらに一体化させていこうと思います。本来肌と馴染むように裏地ベージュになっているんですけれども、今回は帽子なので黒く塗ってから使います。丸と手の飾りの方は裏にピンをつけてピンバッジ化してみたところです。位置を決めたら正面からピンを刺してキャッチは裏から留めていきます。さっきシャリオッツで全部縫わないで点で縫っていたのは、こうやって手を入れたりとか後で毛束をちょっと出したりしたかったので隙間を空けながら縫っていた感じですね。位置を整えたらこれで帽子との一体化が完了です。やれやれだぜ。昔ため池ナウっていう番組でチョコタンが荒木先生にインタビューしていて、その時に城太郎の帽子は髪の毛と一体化してるんですよって先生ご自身でおっしゃってたので、公式で髪の毛合体してる設定でいいんじゃないかなと思います。帽子脱いでるシーン何回かあるんですけどね。城太郎のカットはボックスカットないしスクエアカットと呼ばれるちょっとバーバーっぽいというか理容師さんっぽい切り方をしていきます。何が違うねんって感じかと思うんですけども、美容師は丸を意識して切ることが多くて、理容師バーバーさんは四角を意識して切ることが多いんですよね。もちろん全てじゃないですけど、なので真後ろに
まっすぐ引いて切るとこんな感じで一度四角い状態でカットしていきます。横も同じで真横に水平に引いて切りますので、こちらも四角い状態を一度作っていきます。もみあげだけはちょっと短めに切ってあるので細かく切っておきます。トップも同じく真上に引いて四角く切っていきます。ちなみに同じような切り方をしているであろう髪型のキャラはこんな人たちがいますね。なんかみんな似てますよね。僕のいつもの動画だと角を取るというワード結構出てくるんですけれども、今回に関しては角このちょん切りだけしかしなくて OK です。帽子の中から右側の前髪を一束ちょろんと引っ張り出しておきます。ここは長いままで OK です。左の前髪は短いので眉毛にかからないぐらいまで切ったらこれでベースカットが終わりです。質問だ。左のハサミで毛量を減らすか、右のハサミで毛先をチョップカットするか、当ててみな。No, no, 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 no. No, 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 no. Yes, 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 yes. Yes. Oh my god. ほら！ほら！やかましいね。これでカットが終わりです。アイロンで形をつけていきます。丈太郎の髪型ですが、これおそらくアイパーですかね。アイロンパーマの方じゃなくてアイパーですね。ほぼストレートな状態で根元を後ろに向けて軽くこう内巻きにしている状態にして頭にフィットするようにカーブさせていきます。同じ時代に流行ってたリーゼントはジョウスケの時にまた説明します。もみあげもしっかり熱を当てて後ろに流しておきます。前髪の一束長いところだけはこれくせ毛なのかな、波ウェーブにしていきます。トップの髪をほんのちょっとだけ上向きにというか外羽に作っておきます。スタイリング剤をつけていきます。本来こういうタイプの髪型だとおそらくジェルかクリースを使ってもうビッチビチにセットしているとは思うんですが、今回はワックスを使ってもう少し自然な状態で作っていっております。後ろは軽くダックテール状態で真ん中に寄せています。さあゴールドよいしょっと。いや本当はね、この時間停止してる間にアイロンをしようと思ったんですよ。間違えて先全部やっちゃった。まあ、いっか。そして時は動き出す。やかましい。ということでこれで空城丈太郎のウィッグが完成です。次は丈介に行きます。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それではやれやれだぜ。